ちが言ってたみたいに私らしいシェヘラザードを演じちゃいますよ。カレンちゃんたら大きなあくび。真昼から聞いたけど、昨日はずっと千夜一夜物語について調べていたんですって？そうなの。面白すぎて夜更かししちゃった。でもこれでシェヘラザードをバッチリ演じられるよ。心を閉ざしたシャフリヤール王ですら虜にする物語の語り部シェヘラザード。愛情さんがどのように演じるのか、今からとても楽しみです。7のシャフリヤール王もね、恐ろしいと噂される王の苦悩をいかに観客へ伝えるかが腕の見せ所になるかしら。その上でシェヘラザードの語る物語によって救われる姿も見せないといけないから大変な役になりそうだけど、その分演じがいがあるわ。そんなシャフリヤール王が一番夢中になるお話、それがアラジンと魔法のランプ。そこで私たちの出番ってわけね。クロちゃんがアラジンでマヤちゃんがランプの魔人なんて作中劇とは思えないぐらい豪華だよね。西条さんと共に波乱に満ちた物語を幻想的に演じてみせます。私たちの演技で観客をシャフリヤール王くらい物語に引き込んであげるわ。でもアラジンと魔法のランプをメインの作中劇にするなんて思い切った判断をしたわよね。どうして？あれって千夜一夜物語の中で一番有名なお話でしょ？そうだけど原点には載ってないじゃない。外部からも観客が入る定期発表会ですから、雨宮さんも様々な年齢層の方が観覧されることを見越して一番身近なお話を選んだのでしょう。待ってアラジンと魔法のランプが原点にはないってどういうこと？後から付け足されたんだっけ？そうよ。日本でも有名なアラジンと魔法のランプやアリババと40人の盗賊はフランスの学者が考えた話なの。でも昨日読んだ解説サイトにはアラジンとアリババは千夜一夜物語の中で一番人気のあるお話って書いてあったよ。今は原点に載っていない話の方が有名だからそう解釈する人も多いでしょうね。最初に訳された時は200数十夜分の話しかなかったため、千夜一夜物語というタイトルに合わせて様々な物語が創作されたんですよ。確かシンドバッドの冒険も創作だったよね。その通りです。それももう一回ちゃんと勉強しなきゃ。原点も最後まで読み切ろう。今夜は長い夜になりそうですね。カレン、夜更かしはほどほどにね。お稽古に支障が出たら本末転倒よ。次から次へと面白いおとぎ話を語り、王を眠らせなかったシェヘラザード。マヤちゃん？今回の演目でシェヘラザードが語るアラジンと魔法のランプは王を最も強く引きつけた物語です。どのように語り上げるかもう考えていますか？
語り部である愛情さんがアラジンと魔人にどんなイメージを持っているか知りたいのです。もちろんいいよ。じゃあまずはアラジンから。アラジンはアラジンと魔法のランプの主人公だし、クロちゃんが演じるから活発で動きがダイナミックなイメージ。それは私がイメージしているアラジンでもありますね。クロちゃんは花があるしバレエ経験もあるから、ミュージカル調にして踊っちゃってもいいかも。いいじゃない。じゃあ天童マヤが演じるランプの魔人はどんな感じ？どんな夢でもいくつでも叶えてくれそう。でも今回の脚本だと3つまでだから、自分を呼び出したアラジンに夢を見せる感じ。うんうん。マヤちゃんを呼び出せたらいろんな夢を見せてくれそうだもんね。興味深いわね。カレン、もっと聞かせてちょうだい。私もぜひ。任せて。それでね、ランプの魔人はっていう感じになっていくと思うんだ。どうかな？いいじゃない。情けないところも多いけど、どこか憎めない、何より人を引きつける花がある。だから魔人すらも惹かれてしまう。それがカレン演じるシェヘラザードが語るアラジンのイメージってことね。ランプの魔人はそんなアラジンに悪態をつきながらも憎からず思い、力を尽くす、とても人間味にあふれ生き生きとした魔人像が伺えました。私も今回のアラジンをどういう方向性で演じるべきかしっかりつかめたわ。ってもうこんな時間じゃない。つい時間を忘れて聞き入ってしまいましたね。愛情さんのシェヘラザード、しっかりと見せてもらいました。カレンちゃんって全身を使ってお話ししてくれるから、その世界の中に引き込まれちゃうよね。そうね。シェヘラザードって起点が効いて冷静なイメージが強いけれど、カレンが演じると少し違った風に見えるかもしれないわね。いつでも全力でどんな相手にも自分の全てを伝えようとする。きっとそこを見込まれて愛情さんが選ばれたのでしょうね。誰も見たことのないシェヘラザードの誕生ですね。そうかな。きっとそうだね。頑張って新しいシェヘラザードを演じちゃいますよ。ガ